藤です。本日はキャンセルラッシュに関して基本的なことを紹介しようと思います。メニューとしては次のようになっています。考え方ですね。あと練習方法、リスク、そして、その後の守り方といったところです。あと補足も入れてあります。これはですね、ランクもやっていて、結構レートが高い人でもできていなかったことが多いので、動画を作りました。それではよろしくお願いします。まずですね、基本的な考え方としましては、キャンセルラッシュ。ガードされたときはですね、連続ガード連携を作るということになっています。というだと、しゃがみコパンとか、立ちコパンになりますね。で、当たっていたときは、コンボに行くというところでヒット確認ですね。これはですね、このような動画、作っておいてありますので、概要欄に貼っておきます。ぜひ見てみてください。でですね、なんでコパンなのかって、靴中パンの方が有利フレーム取れるんじゃないかっていうことを思う方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これはですね、OD 昇竜など無敵技で割り込まれてしまいます。で、OD 昇竜だと、ラッシュ分の3本なくなるんですけれども、SA3 でも割り込むことができて、この場合は、4.5 本、損してしまうというところで、リスクが高すぎるために基本的にはレンガ連携を組む必要があるというようなことになっています。で、それを割る必要があるんですけれども、割る練習としましては、中足と中足ラッシュ、靴中パンっていうのをレコーディングします。で、中足をガードした時点で、コマンドを作っておきます。で、緑のラッシュが見えたら、ボタンを押すと。そして割るっていう風なことをやります。こんな感じですね。これはぜひ、大事だと思うんで練習してみてください。で、下段の連携、キンバリーなどがあるんですけれども、これはですね、斜め下に止めておかないと食らってしまいます。今みたいに横だと食らってしまっていて、斜めだとガードができるというようなことがありますんで、ここは注意です。これもですね、連ガにならない連携と組み合わせて、レンガガード、それ以外は割るというような練習もしてみてください。あと補足として、コマンドの最後が下以外のキャラっていうのは割り込めないというところで、これガイルで OD サマーソルトで割り込もうとしてるんですけど、これできないですね。このようなコンボが決まってしまうという感じです。で、リスクとしましては、これ見てるので、連ガにならない連携、中足弱波動なんかはですね、食らってしまうっていうところがあります。あと、大攻撃のラッシュっていうのはですね、そもそも無敵技、これガードできますので、見てからだと割れないんですね。これは別途動画にしようと思ってます。あと、キャラ対策なんですけれども、ブランカ DJ っていうのはラッシュ中にバックすることができますね。なので、横方向に長い無敵技なんかも必要かなというように思っています。竜だと真空波動拳ですね。ここで他の読み合いがあるんですけれども、そういうことを頭に入れておいてください。続いてレンガ連携を組まれた時の守り方なんですけれども、基本的には打撃と投げの2択になってくると思います。で、遅らせグラップっていうのをやってしまうと、このようにシミされてしまって大ダメージを食らってしまうっていうところで、ちょっと危険になってますね。ここはおすすめはですね、バックジャンプっていうのは結構有効になっています。投げも避けることができて、シミも、当たらないっていうところですね。ただしですね、もちろん、飛べない連携っていうのはあって、こういった連携は食らってしまうと。また、投げ後にですね、追撃できるキャラっていうのもいますね。竜だとこのように真空波動拳で追撃ができます。なので、こういったのには、バックステなんかも有効になりますね。これは結構有利が取れますね。ちょっと離れた状態で。補足としては、レンガ連携を組まなくてもいい場合っていうのがありますね。TK 値の無敵技がないキャラっていうのは意識は少なくていいです。
ザンギエフの場合は、これ4フレームの、最速化になるんですけれども、こういったところで中盤で潰すことができるということです。ただ、やりすぎるとですね、この SA ゲージの反撃を受けてしまうので、こういったキャラには D ゲージよりも SA ゲージ見ておくといいですね。で、バーンアウト中ももちろん隙間のある連携っていうのは狙って良いことになってます。ただそもそもですね、毎回返されるわけではないっていうところもあるので、相手の癖を見て考えてみてください。まとめとしてはこのようになってます。考え方と練習方法、リスク、そして、守り方と補足を入れておきましたね。ぜひこういったラッシュのところで、参考になると思いますので、もう一度見てみて考えてみてください。本日の動画は以上になります。